皆さんこんにちは。車の大辞典カカカシノピーです。本日紹介する洗車用品はこちらです。ピュアラスターのスプリットクリーナーになります。以前にこちらガラスですね、キールビンゴールドを使ってきれいにしました。はい、今はガラコも塗ってあってすごい綺麗な状態なんですが、ボディの方がまだ汚い。はい、見てもらえればわかるんですが、すごい水垢とかが残ってて、ガラスは綺麗になったんですがボディがまだまだ汚い。はい、ということで今回はシュアラスターのスプリットクリーナー、こちらを使って水垢と小傷、目立つような小傷実際に落ちるのか使ってみたいと思います。レッツゴー。レッツゴー好きだな。その前に、はい、毎回しつこいんですが使用方法しっかり確認してください。ちなみにこちらスプリットクリーナーダークって書いてあるんですけども、ブラックだったりダークカラーの車に使う専用のスプリットクリーナーになります。白系専用のスプリットクリーナーもあるので、車のカラーに応じて購入するものを選んでください。はい、使用方法なんですが、まず洗車をしてボディについている汚れを落とします。これこう見えてもすごい汚いんですが、もう洗車してある状態です。スプリットクリーナーはボディが乾いた状態で使用するので、きちんと拭き上げてから作業を行ってください。はい、こちら適量スポンジにつけるんですが、思ったよりこのスプリットクリーナーが柔らかいのでドバドバって出るので結構ゆっくりめ。はい、こんな感じ。取ったらつける。で、縦横横、こちら縦横横、キルビンと一緒ですね。これでひたすら磨いていきます。注意点としては力を入れすぎない。結構軽めに取っていきます。力を入れすぎると余計傷が入ったりするので、この加減はしっかりしておきましょう。そしたらこのように白く乾いてくるので、乾いてきたら拭き上げます。はい、きれいに拭き上げます。お、これだけでもすげえわかる。これわかるかな。これ見てもらいたい。はい、こちらわかるかな。拭き上げ後なんですが、ほら水垢こっちすごい残ってるのに対してこっち綺麗でしょ。ここもやってないから、ほら。だからそんな力を入れずに軽くこするだけでほんと十分だと思います。うわ、すげえこれ今日落ちてる。とりあえずこの作業続けていきます。この辺とか終わってない。それと一度にやる範囲としてはだいたい30センチ角ぐらいですね。はい、ちなみにこちらスプリットクリーナーですね。こういったドアについた爪傷とかも落ちるみたいなので試してみたいと思います。はい、こういった傷ですね、爪傷、こういうのも軽くこすってあげて、はい、こういう作業をするときに手袋をしてないとまた他のところに爪で傷つけてしまう可能性があるので、念のため手袋とかをしてやった方が僕はいいと思います。で、これ今こういう風に磨いているんですけども、こういう隙間にコンパウンドが入ってしまうことがあるので、一応最後に洗車とかをしてきっちり洗い流した方がいいと思います。はい、で乾く前に拭き取ります。一度乾いてしまうと後になってしまうので、このコンパウンドがね固まって取れない。なので、乾く前に拭き取り作業は行っていきます。わかるかな、傷がだいぶなくなったの。こういうまだ若干残ってるようなところはちょっと
もう一回やって、それでも落ちない場合はもう深い傷なので変にやりすぎない方が僕はいいと思います。はい、こんな感じです。まだ若干傷は残っているんですけども、これはもうちょっと深い傷なので、これ以上はこのスプリットクリーナーでは落ちないような傷になります。綺麗になってる。若干ね、肉眼で見ると傷が少し残ってはいるんですけども、最初よりは全然目立たなくなりました。はい、こちらサイドミラーです。わかるかな、すごい水垢が溜まっているので、ここもちょっと磨きたいと思います。はい、磨きました。でちょっと乾いてきたので引き上げます。違うかな、違いがわかるかな。はい、水垢どう？ほら、水垢落ちてるもん、これ。あんな汚かったのに。ほら、水垢ねえもん。すげえ。落ちとるよ。はい、一応終わりました。こちら側がスプリットクリーナーを使った方。で、こっちが何も使用していない。洗車だけした方。こちらはすごい見た目では分かりにくいんですが、実際触ってみると、キルビンと一緒でこうまだ油膜が残ってる方がすごいこうギシギシしてる感じで、こっちきれいにした方はもうすごいすべすべです。はい、今から実際に水をちょっとかけてみて違いがあるのかちょっと見ていきたいと思います。水引きが早い、すごい。はい、水をかけるとこんな感じです。スプリットクリーナーを使った方がボンネットの表面の凹凸がないので水引きの方が圧倒的に早いです。っていうことは、油膜だったり汚れが落ちている証拠になります。はい、一応こちらスプリットクリーナー作業の方終わりました。使ってみた感想としては、そうですね、水垢だったり小傷は、動画でも紹介しているので皆さんも分かると思うんですが、すごい綺麗に落ちました。けど作業的にもうすごい大変。これを丸々1台使うっていうのは、なかなかできないぐらいの重労働だと僕は思いました。なので僕から言えることは、このスプリットクリーナーのお世話になる前にきちんと日々の洗車とかをやっておくべきかなと思います。はい、これで以上になりますと言いたいんですが、シュアラスターさんのホームページを見ていたらちょっと気になることがありました。はい、部屋に戻ってきました。でこちらちょっと見てもらいたいんですが、シュアラスターさんのホームページになります。はい、こちらスプリットクリーナーだね。これ下の方に行くと、仕上げにはシュアラスターワックスをご使用ください。仕上げにはシュアラスターワックスをご使用くださいと記載されています。シュアラスターワックスをちょっと今調べてみたいと思うんですが、ワックスシュアラスターワックスね。ほら、わかります？シュアラスターワックスだけどこんな種類あるんですよ。もうどれを使っていいのかちょっとわかんないでしょ。こういう時は僕の出番ですよね、間違いなく。はい、ということで今回こちら4種類のシュアラスターワックス用意させていただきました。ちょうど今回シュアラスターのスプリットクリーナーを使って一
下地処理を行ったので、次回はシュアラスター頂上決戦パチパチパチ。僕結構一人ね、これ一人で盛り上がってますよ。僕これを比較しちゃうってね、これもう絶対やっちゃいけないようなやつね。これもうやっちゃおうかなと個人的に思っちゃってます。実際ね、使ってみないとわからない。シュアラスターワックス使ってくださいって、だってもうあそこホームページに書いてあるのに、どれを買うねんって話なんですよ、僕からしたら。っていうことはもう皆さんのためにちょっと比較をする、それが僕の仕事ですから。だから今回はこの上から下まで、値段が全然違います。これを来週次週の動画で紹介したいなと思っております。そうですね、皆さんにはね、こちらね、チャンネル登録してもらいたいねと思っておるので、今後も引き続き頑張っていきたいと思います。それではまた来週。